やるばなせよ、しゅうせいみだ。本日なんですけど、本日は11月1日からメガポがまた始まるんですけども、今回は僕の9点のお気に入りのところを皆さんの方に100個あるので、100選として皆さんの方にご紹介できればなと思っております。それでは早速いってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日なんですけど、本日は11月の1日からメガポがねまた始まるというところで、メガポメガ割メガポメガ割というところで、そのメガポでございますね。メガポの方がね安かったりするものがあったりするので、ここまでねメガポメガ割でね皆さん金額を見てきて狙ってるかと思うので、そこで僕がもうおすすめとしてね、もう日々お気に入りのところに入れてるんですよ。でそこからカートに入れて購入するってことをしてるんですけども、毎回もう買ってるものだったりとか、今ちょっと流行ってるものだったりとか、この機会に買いたいとか、そういうものを含めてお気に入りのところに入れているんですけども、そこが100個あるんですけども、今回はそちらの100個を皆さんの方にお気に入りのカートの方を見せたいなと思っております。っていうところで100個あるので、ちょっと成分とかは一つ一つね話していっちゃうとちょっとものすごい時間になっちゃうので、今回はちょっと僕がどうして使ってるかとかところ当たりのところをちょっと皆さんの方にご紹介できればなと思うんですけど、そしてちょっとねやっぱりちょっと100個なので長くなっちゃうかもしれないので、前半後半としてちょっと分けようかなと思いますので、50個50個でちょっと分けるかもしれないんですけども、できる限り皆さんの方に要点を伝えていきたいなと思うんですけども、そこら辺で皆さんね購入の参考にしてくれれば非常に嬉しいかなと思います。っていうところで、こちらですね、9点のメガポなんですけども、11月の1日土曜日の深夜12時24時からなんですけどもスタートするっていうところですね。メガポなのでポイントをもらえるというところなので、ポイントもらってメガ割に使うみたいな感じで、実質ねメガポの安いものがあったりするので、結構僕ねメガポ狙い目だと思うので、メガポも購入しながらメガ割も購入していくって形なんですけども、そこで今回の、このお気に入りのところなんですけども、こちらですね。実際僕100個ちょうどあったので、今回皆さんの方にご紹介したいなと思うんですけど、今回カート見せるのは初めてなんですけども、ちょっと僕がもう狙ってるものだったりとかっていうのがあるので、今後買おうと思ってるものだったりとか、毎回購入するものがここに全部入っております。というところ、まず1つ目からいきたいなと思うんですけど、こちらですね。スキン104のこちらのアンプルパッドになりますね。こちらヒアルシカのアンプルパッドなんですけども、こちらのサンクリームが非常に大好きで使っていて、その成分がこのアンプルパッドに全部入っているということで、60枚入りなんですけども、こちらもちょっとね生春巻きみたいなシートで、密着力がすごくて、肌に吸い付く感じがあって、さっぱり使うメイクのりが非常にいいアンプルパッドになっているので、ぜひね使ってみるのはいかがでしょうか。成分ももちろんいいのでね。でこちらねもう長く2023、4、5とねアワードを取ってるので、かなり人気があるってものになるんですけども、はい。で次の商品に行きたいと思います。次がこちらになりますね。こちらがソヘソルになりますね。最近日本でローンチしたっていう商品なんですけど、まだ日本ではそんなに購入してる人がいないのでレビューがないんですけども、こちらのサンクリーム非常にいいです。でツヤ肌になるっていうような歌ってはないんですけども、結構ツヤ肌になりますね。実際今ちょっと使ってるんですけども、最近ねこちらのサンクリームが大好きで使っております。冬に非常に合ってるなっていうところで、乾燥も防げる、クリームになってるので、そして姿勢肌の方にも使いやすいテクスチャーになってて、ちゃんと潤わせてくれて、程よいツヤ感になってくれるというか、こんな感じなんですけども、僕は大好きでこんな感じで使っております。で程よいツヤ感なんですけど、僕サンクリームだけで肌を作りたいっていうのがあるので、その最後に化粧だったりとか BB とか CC とか以前は使ってたんですけども、もちろん仕事の時は化粧とかする時は多いんですけど、そうじゃない時は普段の時はこういうサンクリームだけで終わらすっていうので、プラスこのサンクリームの中にシワ改善だったりとかそういうものが入っている成分が大好きで使うんですけども、その中でもこちら非常に良くて使用しております。成分も非常に良くてね使用してるんですけども、最近日本でもローンチされたばっかりで購入してる人がいないと思うので、みんなが使ってない商品を使いたいみたいなね方はぜひね使ってみるのをお勧めいたします。あとメイク前にもね非常に下地として合ってるものなんですけども、こちら非常におすすめです。サンクリームとして、はい、もちろんね SPF50 プラスなのでおすすめですね。はい。で次がこちらになりますね。こちらもソヘソルのトナーパッドなんですけども、パクチョールなんですけども、肌を白くしてくれる感じが非常にあって、トナーパッドなんですけども、本当にもうめちゃくちゃトナーです。トロトロですね。で最近のトナーパッドの中では僕が一番使いやすいなっていう思ってる感じかな。でこちらのトナーパッドなんですけど、
僕の場合トナーパッドって4枚使うんです1回で、この T ラインと、バタフライのところを使うんですけども、おでこのところをねピッて伸ばせるので全体に程よくっていうかぴったりはまるっていうのが大好きなところと、トロトロがこちらは大好きですね。テクスチャー非常にいいですよこちら。はい、でパッドの大きさも非常に大きいので、こちらのバタフライのとか1枚で全部収まるので非常におすすめになってきておりますね。肌白くしてくれる感じがあってとろみがあって本当に使いやすさ抜群って感じです。はい、で次の方いきたいなと思います。はい、次がこちらのニベアのクリームなんですけどボディローションですね。僕はねもう365日もうここもうずっともう学生の頃は毎日必ずボディクリームを塗ってるんですけども、こちらボディローションですね、72時間ね保湿してくれるっていうところで香りが超絶いいっていうので僕は使っております。もちろんね保湿も非常にいいんですけども真冬めちゃくちゃ乾燥してる時にはちょっと厳しいかなって感じなんですけど、秋とか夏の時期とか非常に使いやすくて夏からずっと使ってる感じなんですけども、現時点で今ちょっと韓国はもうダウン着てるんですけども、それでも乾燥が結構すごいんですけどこれでギリいけるかなって感じなんですけど、真冬になってきたらちょっと変える感じなんですけども、なんせ香りが超絶いい。これ日本でもね売ってもらいたいなって思うニベアのこちらのクリームなんですけども、香りが超絶いいでございます。はい、次行きたいなと思います。で次がこちらですね、ソヘソルのアンプルなんですけども、こちらはね肌を明るくしてくれる光沢フォーミュラーのこちらツヤ肌になれるアンプルなんですけども、すごくいいですよ。リペアセラムですかね。こちらハリカンツヤとかね、デイリーケアとして非常におすすめな商品になってるんですけども、毎日のリペアですね。ツヤ肌求めてる方はぜひ使ってみてください。あとね日本でももう使ってる方がいないのでぜひお勧めいたします。一つのコメントがあるんですけども、この一つのコメントもちょっと、どうなのかなって感じがあるんですけども、購入された方なのかなどうなんだろう。そしたらかなり、すごいかなと思います。目利きかなりあるかと思うんですけども、最近ローンチされたばっかなのでこれからちょっと流行ってきそうな商品になってるかなって感じですね。シミそばかすくすみ改善に効くので、ここのねソヘソのやつはシミそばかすくすみに非常に特化している商品が多かったりするので、なんせプラスツヤ肌になるものが多かったりするのでこの画像の見て通り結構ツヤツヤになってくれるのでおすすめになりますね。はい、で次いきたいと思います。で次がこちらになりますね。こちらもねソヘソルのパクチョールの美容液なんですけど、こちらも程よいツヤ感があって、パクチョール自然のレチノールなんですけども、今年の夏には結構レチノールを使ってきていろいろも使ってきたんですけども、副作用なしの天然のレチノールっていうところでかなり使いやすい商品になってきておりますね。あとグルタチオンも入ってるのでさっぱり使えて肌も白くしてくれるっていうところになります。こちらのソヘソルの商品ね非常にね使いやすくて、あとねとろみがあってテクスチャーが超絶、僕は結構個人的に大好きなテクスチャーになってて、素肌の方でも使いやすくてプラス放出してくれて、あとはツヤ肌もしてくれて、非常にバランス良いソヘソルなのでぜひまだね日本でローンチしたばっかなんですけどぜひ気になる方購入してみるのがいいかなと思いますね。肌再生もちゃんと促してくれるっていうところで、非常にいい商品になっております。はい、次になります。次の商品はこちらですね。こちらもねソヘソルなんですけども、ブースターの美容液になりますね。こちらも肌のコンディションを整えてくれるので、pH バランス 5.5 ぐらいのあたりにちょっと整えてくれて、オイルバリアで肌のバリアを守るみたいな感じなんですけども、肌もしっかり潤わせてくれて、ソヘソルのサンクリームももちろんそうなんですけども、美容液アンプルとかが非常にいい。ここ本当に、こちらもセラムなんですけども使いやすくて、とろみがあって素肌の方でも使いやすいテクスチャーになってるし、化粧のりも非常に良くてツヤ感も超絶いいんですよね。本当にまだね購入されてる方が全然いないっていうか、ローンチされたばっかなので、なかなかレビューもなければ購入する方は非常に少ないかなと思うんですけど、成分が非常にいいっていうところがあるので僕は結構大好きで使ってるんですけども、韓国でもね結構使ってる方がいるのでぜひこちらの商品これから流行ってくるんじゃないかなとは思っております。どっかのタイミングで誰かが紹介するコンテンツが非常に増えたらみたいな感じなんですけども、僕はもう結構一押しなのでぜひ使ってみてはいかがでしょうか。本当に肌いろいろ改善されるので、ベタつかないとかも書いてあるんですけども、肌のバリア改善とか、本当に肌質整えてくれたりとか、もう本当に叶えてくれるので大好きで使っておりますね。はい、で次の商品はこちらですね。ソヘソルのリフティング効果の
フェイスパックなんですけど、こちらフェイスパックなんですけど、そのパックがシートが非常にいいっていうのがあって、どんだけ伸ばしても切れないっていうのがある。でもちょっとね1点使いづらいところがあって、ちょっとね乗りづらいっていうか、時間経つとちょっと取れてきちゃうんですよね。そこら辺がちょっと気になるかなって感じなんですけども、でもこちらビタミン C とか、そういうコラーゲンとかいろいろ成分的にも非常にいいものが入ってるので、僕は大好きで使ってて、体も引き締めてくれるので、この時期たるみやすい時期とかに使うのがおすすめかな。あと大事な日の前とか、使うのをおすすめいたします。ちゃんとね臨床結果で機能をちゃんと証明されているので、本当にリフティング効果があるって感じでございますね。この驚くべきリフティングなんですけども、驚くほどではないんですけども、ちゃんとリフティング効果があるので続けていくと結構リフティングされます。あとシワ改善、本当にねソイソルはねシワ改善に特化しているメーカーなんじゃないかなって言ってもいいぐらい、すごい非常に特化しているところがあって、あとシミくすみ色素沈着っていうところがかなりすごくこだわってるメーカーかなって感じがしますね。僕もねちょっとやっぱここら辺のシミとかがやっぱりその時期によってとか、あとビタミン C とか使わなくなってる時期とか、ちょうどね今ね3日前ぐらいからまたビタミン C 再開したんですけど、それ前は結構違う成分使ってたりしたので、またちょっとビタミン C 使ってちょっと減ってきてはいるんですけども、ビタミン C 使わない時期になるとちょっとねやっぱりねシミ色素沈着、くすみっていうところが気になるんですけども、こちらの商品何かしら使うとね結構収まってくるんですよ。なので、こういうのところでシワ改善だったりとかもちろんそうなんですけども、シミくすみ色素沈着っていうところにお困りな方はぜひこのマスクだけじゃなくここの商品使ってみるのをお勧めいたしますね。で次がこちらですね。次もソヘソルなんですけども、こちらもスキンケアのセラムとして、2週間の肌が変わる、変化が実験されているので、しっかりこちらのアンプルもいいのでぜひお勧めいたします。はい、で次ですね。次もソヘソルなんですけども、こちらビーガンコラーゲンの配合で、肌の弾力アップしてくれるっていうところになります。こちらねやっぱりシワ改善とかエイジングケア、ペプチド、本当にエイジングケアしたい方はこちらの商品使ってみるのがいいかなと思いますね。あとお試しセットみたいな感じで、こちら小さな15とかかな、そんぐらいのものが入ってて、全部で3000いくらぐらいのやつで売ってるので、そちら試してみるのも非常にいいのかなって感じですね。こちらのグリーンのテクスチャーもなかなかなかったりするんですけども、本当にエイジングケアしたい方めちゃくちゃおすすめな商品になります。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。ミグハラですね。ミグハラはねもう万能すぎて超絶いい、こちら今日使ってるクリームですね。クリームなんですけども、保湿感とか、あとちょっと重たいテクスチャーなんですけども、スーッと馴染んでくれて上に保湿しっかりさしてくれるっていうクリームで、美白クリームなんですけどもビタミン C クリーム、ビタミン C も入っていて、ちゃんとくすみ改善だったりとかビタミン E も配合しているので、とろみがあるクリームみたいな感じかな。あと重たいクリームなんですけども、僕はこのテクスチャーが非常に大好きで、ミグハラの商品ね全部やっぱいいんですよね。なので僕は大好きで使っております。やっぱ他のところとちょっと2つぐらいもっとなんか違うんですよね。なので僕大好きで使っております。もちろん効果もあったりするので大好きで使っております。はい、で次の商品ですね。次の商品はこちらミグハラですね。こちらがトナーですね。肌の pH バランスを整えるトナーなんですけども、さっぱり使えるので大好きで使っております。必ずねこちらトナーを使って、pH バランス 5.5 とかに合わせてちゃんとその上からスキンケアに入るみたいな感じなんですけども、香りも大好きですごく大容量なので、こちら1個買っとけばね半年ぐらい結構使えちゃうんです。僕ねいっぱいバシャバシャ使うタイプなんですけども、それでも4ヶ月3、4ヶ月ぐらい、あとはシートマスクをこちらで作るんですけど、無印のやつで無印良品のやつでね買ってきてシートを作るんですけども、こちらを浸して作ったりするんですけども、それでも3、4ヶ月ぐらい使えるので、1回買っておけば大体の方はもしかしたら半年ぐらいいけるんじゃないかなって感じなんですけども、そう考えるとこの金額コスパかなりいいかなと思います。本来ねもっと早く使った方がいいんですけども、やっぱこういうスキンケアの商品って早く使っちゃった方がいいので、ですけどもこちらなかなか使い切るの結構大変だと思いますよ。そう考えるとコスパ超絶いい。はい、で次いきたいと思います。次がこちらになりますね。エッセンスですね。こちらのエッセンスもホワイトニングなんですけども、成分としては
効果としてはホワイトニングしてくれる、ものになるんですけども、とろみが超絶良くて保湿すごくいいんですよね。こちら今日も使ってるんですけども、やっぱりミグハラって使っちゃうんですよね。いいから、でこちら1プラス1で、金額が4900円ですよ。すごく安いですよね。これ2つあれば、いや何ヶ月、3ヶ月4ヶ月ぐらいいけるかな。いやいかないかな。僕の場合だと1本1ヶ月なんですけども、かなり使うんです。僕は全部3回するので、1日で言うと6回ぐらいするって感じだから、朝晩でね、そう考えて1本1ヶ月ぐらいで使い切るって感じなんですけども、使い切るようにしてるんですけども、衛生的にねしっかり僕は使い切りたいっていうのもあるので、このとろみがある、本当にこれね、一度皆さんに使ってもらいたい。このとろみ、これ使うとね、ほぼ他のやつ使えなくなるんじゃないかなって感じなんですけども、もう真冬こちら絶対使いたくなるテクスチャーなんですよ、僕はね。で夏でも使いやすくてさっぱり保湿されてくれるエッセンスなので、いやすごくいい。であとまんべんなく光をまとってくれる、ツヤ感を出してくれる、こんな感じ。このツヤ感、光当たった時のこのツヤ感を出してくれるのが結構大好きで使っております。やっぱミグハラっていいんですよね。で次ですね。次はもうミグハラなんですけども、こちらのアンプルですね。先ほどと同じラインなんですけども、こちらのテクスチャーも非常に良くて、とろみがあってね、潤い感がすごく良くて、ホワイトニングケアで美白ケアができるというものなんですけども、肌白くなるので非常におすすめです。こちら使ってこのミグハラのライン使って3週間ぐらいで肌結構白くなります。僕明らかにトーンが変わったんですよ。これを今ちょっと使い続けてるんですけども、なので肌白くなりたい方はこちらのライン使うのを非常におすすめいたします。美白ケアですね。はい。で1プラス1やってるんですけども、安いですね。で次ですね。次がミグハラのこちらのコラーゲンのマルチバームなんですけども、でマルチバームって6年前ぐらいに結構流行ったんですよ。結構ねメンズで流行ってて、もう結構みんな韓国男子結構持ってて使用してたんですけど、僕も持ってて使用してたんですけど、最近なんかこういうマルチバームってあんまり見なくなったっていうか、使用してる方が少なくなったって印象があるんですけども、肌潤わせたい方はこちら使うのをおすすめいたします。ハリ弾力アップしてくれたりとかするので、あとねコラーゲンも入ったりとか、こちらはちょっとね姿勢肌の方は結構厳しい保湿感になるので、そこら辺はちょっと注意した方がいいかなと思いますね。あと毛穴ケアもできるし、透明感もアップしてくれるので、すごく保湿したい方は非常におすすめなマルチバームになっております。こういうのもね1本入れておくと非常に使いやすくて、で顔だけじゃなくてもリップクリームとしても使えるので、リップバームとして使う方だったらこちらは非常にいい潤い感かなと思いますね。はい、で次いきたいなと思います。で次がこちらになりますね。ミグハラの EGF の美容液になりますね。10ppm なんですけども、EGF 入れられる量を最高に入れてるっていうところなんですけども、 10ppm っていうのがもう本当に一番いい容量なんですけども、こちらね本当に使うのとね使わないと全然違くて、EGF っていうのは肌再生能力っていうのが非常に特化しているものになるんですけども、肌のキメだったりとか、あとは滑らかになってくれる印象だったりもすごくあるし、シミくすみだったりとか、毛穴の引き締め、毛穴の引き締めこちら一番強いかなって感じなんですけども、しっかり効果がイコールにあるっていうところで大好きで使っております。金額もねちょっと6328円なんですけど、今ちょっと高めではあるんですけども、ミグハラの中でも割と高めなものになってるんですけど、効果が非常にいいです。毛穴ケアを求めている方はこちら超絶おすすめなのでぜひ使ってみてください。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。ソフィソルのクリームなんですけども、保湿クリームですね。潤い感も非常にいい潤い感で、姿勢肌の方も使いやすいテクスチャーになってるかなって感じですね。あとナイトパックとしても使えるものになっているので、上に結構ツヤツヤになるように塗っちゃって、厚塗りですね、塗って寝るのも非常にいいかなと思いますね。あともちろんこちらソイソルなんですけども、シワ改善だったりとかに特化しているので、こちらのクリームもツヤ感も程よくて、ヒアルロン酸も5種入っていて、機能性が非常にいい、
なので、万能クリームとして使うのをお勧めいたします。あと誰も使ってないまだクリームとして使いたいみたいな方はこちら非常にいいかなと思いますね。ナイトケアの保湿クリームって書いているんですけれども、デイでも全然使えるので僕は使っておりますね。はい、そんな感じで次に行きたいと思います。はい、次がこちらですね。アナはですね、ビタミン C のやつですね。あとグルタチオンが入ってるやつなんですけども、こちらもちょっと斬新すぎて非常に面白くて、効果も非常に良かったんですけど、ちょっとみずみずしい感じがあるかなって、夏に合ってるテクスチャーなんですけども、アヌはもう非常にね、最近アンプルが大好きで使ってるんですけども、こういう新しい商品ちょっと使ってみるとやっぱりいいなっていうふうにやっぱり思っちゃうですね。面白いものを作ってくれるなって感じで、ダーマトナーですね。こちらも今年の夏は非常に日本で売れたんじゃないかなって感じなんですけども、アノは最近ちょっとやっぱいい商品出してくるなっていうところと、あと金額が超絶安い、でさっぱり使いたい商品を探されている方はアナの商品使うと非常にハマるんじゃないかなと思うんですけど、こちらビタミン C も入ってて、グルタチオンもあるので、そういう肌を白くしたい方は非常におすすめなんじゃないかなと思いますね。はい、で次いきたいと思います。次がこちらになりますね。こちらがアナの PDRN なんですけども、今年 PDRN 結構いろいろ僕使ってて、PDRN の中では一番こちらが効果があったかなって感じですね。僕こちらの PDRN、こちらのアナのやつの全部ラインで使ったんですけども、効果としては一番あって僕は大好きでしたね。ツヤ感も非常に良くて、あと姿勢肌の方でも使いやすい。もちろんアナってそういうところにバッチリはめてきてるのですごく使いやすいっていうところで、やっぱりね口コミランキングも4位取ってたりだとか、韓国で LDK で A 評価だったりとかいろいろねアワード取ってるので、こちらもおすすめになる商品になっております。はい、で次いきたいと思います。次ですね、次はこちらですね。アナの PDRN ですね。こちらも先ほどの流れでPDRN 使ったんですけども、こちらのクリームをさっぱり使えて潤い感もいいんですけど、ちょっと一つ気になるのが、ちょっとね時間経つとシアターの方ちょっと厳しい感が若干あった。でも8時間後ぐらいのとかなんですけども、ちょっとそこら辺ね直していけば全然問題ないかなと思うんですけども、僕の場合とかだとサンスティックとかで調整していくので、もちろん外いる時はサンスティックのね保湿プラスサンケアとしてちゃんとしていくので、そういうところ使っていけば問題ないんですけども、若干ちょっとね気になるところはあったんですけど、最近の PDRN の中ではやっぱこれが一番ちょっと大好きでしたね。はい、で次ですね。次がこちらですね。センテニア24のマデカクリーム、もう再生クリームですね。こちらもう殿堂入りなんじゃないかなって感じなんですけど、マデカクリームの中では一番これがいいんじゃないかなって感じなんですけど、韓国の薬局で売ってるマデカソルってあるんですけど、そちらがコスメラインを作ってるこちらのセンテニア24なんですよ。なので、成分としてやっぱり再生に特化しているところもここ30年とか33年かな、そんぐらい研究している会社なので、肌再生したいその成分に対してもう向き合ってる年数が違うんですよ。なのであと持ってる成分っていうのが明らかにちょっと違うので、マデカね。なので、こちらの成分とあとこちらの商品は非常にいいです。金額も超絶安くて、マデカクリーム探された方こちらおすすめいたします。ここもう7年ぐらいずっと言ってるんですけどね、マデカクリームだとセンテニア24買っておけばもう間違いないと思います。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。リデンスのこちらの美容液になるんですけども、シミとかくすみ、そういうところに特化している商品なんですけど、9点の1位総合を取ってるんですけども、とろみがあるテクスチャーなんですけど、こちらは非常に使いやすくて、今年僕夏使ったんですけども、そのとろみがあるテクスチャー大好きな方はおすすめですね。あとシミとかくすみケア、大体ね2週間ぐらいで結構効いてくる感じがあったので、長く使っていくと変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、僕の場合ちょっとね1ヶ月間ぐらいちょっと違う商品に変えちゃったんですけども、2週間ぐらいで効果として現れました。はい、なのでとろみがある美容液、そしてシミくすみにアプローチしたいアンプル探される方、こちらをお勧めいたします。はい、で次ですね。次がこちらになります。こちらがセリマックスのノニアンプルミストなんですけども、ニキビケアに特化した商品かなって感じなんですけども、ミストスプレーは僕もカバンの中に常に入れてるんですけども、肌が乾燥しないようにとかっていうのはだいたい2時間に1回ぐらいシュッシュッシュッとするんですけども、本当に水飲むのと一緒ですよね。人も水飲まないと喉乾くじゃないですか。なので肌もちゃんと水分を与えていかないといけないので、気になった時に2時間ぐらいシュッシュッシュッとかね、シュッシュッシュッするのが非常におすすめになってきておりますので、是非ね1回例えば朝1リットル水をガーッと飲んだとしても
また喉はすぐ乾くじゃないですか。そういうことなのでちゃんと肌も保湿していくっていうところですね。水分を与えていくってことになります。で次がこちらになります。次がスキンワンホーのサンスティックなんですけども、もうサンスティックだとこれですね、使いやすい。もうこれはもう本当に殿堂入りですね。もうここ何年ずっと使ってるんですけども、ぜひおすすめになります。ヒアルロン酸も入ってて使いやすい、しかも入ってて肌再生もしてくれるものになります。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。ボロタルコなんですけども、こちらがクリームですね。イタリアのクリームなんですけど、イタリアの本当街のスーパーとかに行けば売ってるんですけども、イタリアで買えば安いんですけども、韓国だとちょっと高くて、プラス韓国だと流行ってるっていうところがあって、こちらが非常に香りが良くて、ちょっとバニラの香りとムスクの香りで、あとムスクの香りは韓国で流行ってるんですよね。なのでこれが人気がある理由の一つかなっていうところになりますね。はい、で次いきたいと思います。はい、で次がこちらになりますね。こちらがニベアのこちらのデオドライドのスティックなんですけど、スティックのこちらのベースのやつ、こちらの一番右側のやつね、ドライのやつなんですけど、こちらが一番僕は大好きで使っております。香りが非常にいいっていうところがあって、ボディクリーム一番最初の方にご紹介したものがあるんですけど、そちらの香りと似ております。似てるっていうか一緒なんじゃないかな、香りはね。でその2つとあとの2つはちょっと香りちょっと強いので使ってないんですけども、ちょっとフローラルの香り、花の香りがするって感じなんですけど、そういう香りが好きな方はそっちでもいいかなと思うんですけども、ニベア独特の香りがするっていうので僕は大好きで使っております。これもね日本で展開してもらいたいんですけどね、韓国だと安く買えるんですけども、日本で展開してもらいたいって感じですね。はい、で次いきたいと思います。次がノンフィクションのハンドクリームですね。ノンフィクションのハンドクリーム、韓国ではかなり人気があって、タンバリンズから結構こちらノンフィクションを使っている方、乗り換えてる方っていうのが結構多かったりして、デザインもおしゃれで非常におすすめで、香りも非常に良くて、香りがちょっとムスク系の香りがするんですけども、ぜひおすすめになってきております。全体的にねムスク系の香りを作ってるメーカーかなって感じなんですけども、香りも非常に良くて、グッチだったりかな、調香師が入ってるところもあって、非常に香りもうまく作ってる印象ですね。はい、で次いきたいと思います。次がセンタリアン24のこちらのスティックですね。肌のツヤ感を出してくれるスティックなんですけども、スティックだとこれが一番やっぱちょっと殿堂入りで使いやすいかなって感じなんですけど、こちらゴールドのこのやつが一番いいですね。シワ消しだったりするんですけども、こちら姿勢肌の方にも使いやすくて、スーッとなんかベタつかない保湿なので、上に乗っかってる感じがあるので僕は大好きで使っております。他のやつってちょっとベトベトして姿勢肌の方だとちょっと厳しいかなってテクスチャー多かったりするんですけども、マルチバームみたいな感じなんですけど、キャプチャースティックなんですけども、こちらは非常におすすめになってきております。であとね、シワとかに改善される感じがするので僕は大好きで使っておりますね。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。アナのトナーパッドですね。アナのトナーパッド、こちらのクールのパッドを使ったんですが、新しく出たやつね。こちらが韓国の有名なメイクアーティストの方が自身で考えたパックがあるんですけども、それを監修したんですよね。これを肌に乗っかってちょっと15秒ぐらいしてからスーッとねクールになっていくんですけど、それが非常に大好きで今年の夏はめちゃくちゃ使いまくりました。こちら非常におすすめです。はい、で次がこちらですね。アナのビタミン C なんですけども、ビタミン10ですね。ビタミン C だけじゃないんですけども、こちらいろいろ混ぜたビタミン C になるんですけど、こちらも肌のキメだったりとか、ビタミン C として僕は今年の夏使ったんですけども、ビタミン C って 20% が肌に一番効果を与えるっていうね、効果があるってものなんですけども、結構ビタミン C のそのものによるっていうか、その純粋なビタミン C を使うのが非常にいいんですけど、ここのアナも最近ビタミン C を持ってる成分が非常に良かったりするので、こちら結構効いたので、あと肌を白くしてくれて肌ツヤになる感じがあるので、前のビタミン C20% のやつよりこっちの方がさっぱり使える、さっぱりビタミン C 使いたい方はこちらの方がいいかなって感じですね。で次いきたいと思います。次がこちらのリデンスのこちらのクレンザーですね。こちらねパックとしても使えるので、本当にジェラートでアイスみたいなので、非常になんかその食べたくなるようなジェラートなんですよ。なのでちょっとね
こちらの、クレンジングなんですけども、使い切っちゃうの結構早いんですけど、マスクパックとしてあとクレンジングとして使えるので、2つねパックをしたい時も使える、クレンジングしたい毎日で使えるみたいな感じなので、1個持っておけばマスクパックもクレンジングもこっちの1つで収まるので非常におすすめかなと思います。はい、で次いきたいと思います。次がこちらですね。ノンフィクションの香水なんですけども、今年ノンフィクションの香水ちょっとね購入したんですけども、僕はこのザ・グレイってやつを買って、こちらがちょっとコラボのやつなんですけど、ちょっと値段が高いやつなんですけど、僕 100ml で買ったんですけども、30ml で試してみるのをおすすめいたします。なんていうかな、ちょっと甘いバニラの香りで、ちょっとねウイスキーの香りから最初始まって、めちゃくちゃウイスキーの香りっていう感じじゃないんですけども、そこからバニラの香り、ムスクの香りに寄っていくんですけども、ベージュっていう方がちょっとねこちらもムスクなんですけど、ちょっと軽いムスクって感じかな。フローラルなのかな、どうなんだろう、そんぐらいにちょっと近い感じですけども、グレイの方が僕は購入した方なんですけども、ちょっと甘いバニラの重たい感じの方に寄っていくって感じですね。ノンフィクションの香水非常にいいのでおすすめいたします。世界的にも結構流行ってるので、